狩猟長の見分け方、カモ類編ということでやっていきます。よろしくお願いします。狩猟免許を取る方も参考になると思いますので、見てみてください。よろしくお願いします。字幕表示について説明します。字幕表示、右下にありますので、そちらをクリックすると字幕が出るようになっておりますので、よかったら使ってみてください。あと、チャンネル登録ボタンは右側にあります。スマホの場合も同様になります。よろしくお願いします。で、今回はね、エアライフル猟で対象となる狩猟長について解説します。狩猟長の基礎知識、狩猟長の種ごとのエピソード、間違いやすい種類ということで、主にカモについて解説したいと思います。狩猟長の基礎知識についてまずはお話しします。日本に生息する鳥獣約700種のうち、鳥類が26種、獣類が20種が選定されているということになっております。で、鳥類26種っていうのはご覧いただいている通りで、カモ類、今回解説するカモ類については青で出してます。で、その他の種類がざっと来て、ゴイサギとバンについては2022年に選定解除されているということのようです。で、カモ類ですね。で、狩猟長の変遷ですけれども、環境省の資料があったのでご紹介します。昭和24年からのデータのようですね。24年の頃は結構46種もあったということですが、昭和38年頃にヒシクイとマガンが、あとはジシギワタリガラスが取れまして、その後変遷していきました。で、どんどん減る一方だったんですけれども、平成6年にヒヨドリ、ムクドリが、若干増えまして、平成19年にカワウが追加されているということですね。ごく最近になってゴイサギとバンが解除ということになります。カモ類に関してはほとんど動きがないようです。で、狩猟鳥獣以外の鳥獣を捕獲するとどうなるかっていうと、鳥獣保護法違反が確定となります。あとは銃刀法違反とされる可能性が少し残ってしまいます。これは審査によって決まると思いますので、時点で違反になるというわけではなさそうです。で、なので少なくとも狩猟免許についてはやばいなというところと、あと銃所持許可についても取り消しのリスクがだいぶ増えてきちゃうということになりますね。なので、鳥獣判別といいますか、そういうのは非常に重要ということになります。そんなことが起きないようにということで、環境省の方も一部パンフレットですかね、を作っているということでございます。で、この一部を紹介すると、カモ類のページがありまして、このように特徴が出ていると。あとイラストで表示しているということですね。基本的にメスはね、このパンフは載ってないですね。主にオスを狙いましょうみたいな感じですね。で、下に書いてありますね。メスはオスと比較して、種類判別が難しいため、自信がないときは捕獲をやめましょうと書いてあります。実際そうだと思います。で、種ごとの解説を次したいと思いますね。陸ガモ、マガモ属と言われているものですね。まずこれですね。特徴がいくつかありますが、これ知ってますよね。これマガモですね。オスですね。くちばしが黄色、頭が青。翼鏡が紫で、白の縁取りがあってね。あとは尻尾がね、特徴的な形をしているということですね。あとは足がオレンジということになります。で、次はこれは何ですかね。これはマガモのメスになりますね。メスはやっぱ難しいということですね。ただ、翼鏡ですね。翼鏡についてはオスと一緒です。ちょっと戻しますよ。こんな感じ。こんな感じ。似てますよね。あと、くちばしがですね、オスほどオレンジじゃないんですけれども、ちょっと汚く筆で塗ったような感じになるような感じです。あと、目はね、ちょっと線が入ってるっていうのがありますね。で、これもマガモのメスです。こんな感じで特徴を見ていくとだんだん分かってくるかなと思います。これはよく撮れたんで、ドアップで撮ってますけれども、これもマガモのメスですね。くちばしの色はね、個体差があります。だけど、翼鏡については、紫で白の縁取りというのが決まってるみたいですね。で、これはマガモのペアですけれども、やっぱね、メスのくちばしはちょっと色が様々ですね。で、これ何ですかね。特徴がいくつかありますね。くちばし黄色っていうのが決定的だと思います。あとは目の周りの眉毛ですね。が白っていうのもあると思います。あと、翼鏡はあるんだけど、あんま見えないですね。これはカルガモですね。で、これがカルガモいくつかいるという状況です。手前のはちょっと違う種類ですね。で、カルガモですね。で、こんな感じで、動画で見るとこんな感じで見えてる
いうことです。実は藪の中にマガモのメスがいるっぽいですね、これね。で、カルガモは他のカモにはない特徴があります。流鳥ですね。一年中見られると。カモって普通冬渡るんですけれども、渡るっていうのは何かっていうと冬にやってくる鳥なんですけれども、だからカルガモの繁殖期が多分6月ぐらいだと思うんですけれども、その頃にマガモとか他のカモも北の、ロシアとか8の方で繁殖しているということですね。で、流鳥であるということで一年中見られるということですね。だからいろいろな意味で人慣れしてるっていうのはありますね。なので、非常に警戒心が強いですね。私の印象ではね。マガモよりちょっと警戒心が強いかなと思います。あとは2番目は夏場にならないっていうのは、ずっと一年中同じ色なんですね。で、しかも夏バネっていうのはオスだけ変わるんですけれども、オス、メスの外見上の区別が困難だということであります。ただ、カルガモはちょっと見てすぐわかるんで、割と判別は簡単かと思います。ただ、オスを狙って取るとかメスを狙って取るっていうのはできないなということです。で、次がね、非狩猟鳥のオカヨシガモですね。これ私の猟場では結構いるんですけれども、こうやって見るとね、全然違うって思うんですけれども、こんな感じの特徴がありますね。一瞬マガモに見えたりもします。マガモのメスですね。特にですね、大きさもちょっとマガモよりはちょっと小さいんですけれども、似てる。距離が離れてると大きさの区別は単体でいると分かりにくいんで、マガモのメスに見えたりもします。ただですね、翼鏡ですね。これ白しかないんで、その辺で区別私はしているところです。で、実践練習ということでちょっとやってみますね。これですね。ここにカモが3種類いますね。で、何がいるかっていうのをちょっと当てていくっていうことですが、どうですかね。じゃあ、答え出しますよ。こんな感じですね。で、主にマガモとカルガモがいるっていう状況です。で、真ん中に1個いるのは何ですかっていうと、これはオカヨシガモのメスなんですね。ちょっと拡大するとこんな感じですね。ちょっとすいません。写真がいまいちですね。こんな感じで見えるということです。じゃあ実践練習はこれで終わりですね。じゃあ次のやつやってみましょう。これは何ですかね。これも特徴的な感じですので、これは小ガモですね。青じゃないな。緑の頭の模様がこう入ってるのと、あと翼鏡が少し見えますね。あとお尻のね、黄色い部分も少し特徴的ですね。で、これも小ガモなんですけれども、これメスですね。で、これ小ガモメスなんですけど、右にオスがいますね。お尻の部分が見えてます。小ガモメスってちょっと区別が難しいと思いますけれども、オスとペアでいるときは割と判別が簡単かなと思います。で、これがね、トモエガモですね。これは非狩猟鳥なんですけれども、くちばしの付け根に白い丸があるということで区別が可能だということですね。これは何ですかね。これはね、特徴がありすぎですね。これはヨシガモのオスですね。これも狩猟鳥なんですけれども、私はもうめったに見ないですね。去年1回見たかな。すごい遠くでっていう感じですね。で、これは何ですかね。これは頭の特徴がもう完璧にわかりますね。これヒドリガモのオスですね。で、これがヒドリガモのメスです。形はほとんど一緒ですね。模様がちょっと違うだけっていう感じで、割と慣れてくれば分かってくるかなって感じですね。自信がなかったらメスは打たない方がいいですね。ペアでいるときはいいんですけれどもね。こんな感じですね。で、次、実践練習2ということで、じゃあ行きましょう。これですね。これタイトルにもありましたね。これは何ですかね。はい、答えはこんな感じですね。真ん中に3羽マガモがいて、端っこにいる3羽はヒドリガモということになります。で、次はこれですね。これは特徴は簡単ですね。オナガガモということになります。これはオスですね。で、オナガガモって背中の羽が、少しこう、なんていうんですかね、だらしなく垂れてるっていうところがあるんですね。だから、ミノを被ったようなイメージがあるかなっていうの。これはオスだけなんですけどね。これはメスなんですけれども、ちょっともうわかんないですね。足も黄色くないし。だけど、ちょっとミノを被った感じ、背中の部分の羽がね、ちょっと特徴が残ってます。で、足の色とかがあるんですけども、で、これが泳いでるところなんですけれども、こうやって泳いでればね、わかるんですけれども
ね、ちょっと単体でメスがいたりするとちょっとわからないかもしれないですね。で、これオナガガモということですね。で、次これですね。これ簡単ですね。くちばしがもう全然特徴的なので、しかもちょっと小柄ですね、これはね。遠目で見ると、マガモかななんて頭が緑だから思うかもしれませんけども、よく見ると全然違います。で、これはハシビロガモ。ハシビロっていうのはくちばしが広いから、ハシビロガモ。広いっていうのは平べったいくちばしをしてるってことですね。ということで、ハシビロガモですね。で、これはハシビロガモ。先ほどのペアがちょっと対岸に行ったんで、ちょっと写真撮ったんですけど、ちょっとね、かなり離れてたんで、ちょっと撮影がいまいちなんですけども、まあ、こんな感じですね。割とオスは綺麗ですけども、メスもまあ割とくちばしが、形がわかるんで、これは区別簡単だと思います。で、次はウミガモ類って言いますかね。スズガモ属、ビロードキンクロ属。まあ、ビロードキンクロ属っていうのは黒ガモだけなんですけれども、じゃあこれ行きましょうか。これはまあ簡単ですね。これはホシハジロですね。もう頭がなんつうかな、茶色っていうんですかね。いう形で、あと頭の形もちょっとボコッとしてるんで、わかりやすいと思います。これホシハジロのメスなんですけれども、まあ、ちょっとね、ペアでいることでわかると思いますが、まあ、なんていうか特徴のないなんか汚らしい、ごめんなさいね、汚らしい鳥だなっていうのが僕の印象です。で、これは何ですかね。これ簡単ですね。これキンクロハジロですね。目のまあ色がすごい綺麗ですけれども、お腹の部分の羽が白いですね。あとは真っ黒っていうのが特徴ですね。で、これスズガモなんですよね。なんかキンクロハジロに似てるんですけれども、背中の部分が白いんですね。これキンクロで、これスズガモになりますね。ただ、メスはね、スズガモは、くちばしの付け根が肉のなんか、ちょっとごめんなさい、専門用語はわかんないですけども、肉の周りが盛り上がってるということですね。で、背中の目標と。で、キンクロがこれですね。こんな感じになります。で、これはホウジロガモっていうカモで、非狩猟種です。これもまあ、めったに見ないんですけど、私の漁場でたまに見かけます。ほっぺが白いっていうのが特徴ですね。で、これは黒ガモですね。これは私、漁場で1回だけ見たことあるんですけれども、まあ、見た感じね、くちばしが黄色い大判って感じでした。ただね、泳ぎ方は全然違いますので、ちょっと大きさも少し大きかったかな。そんな感じです。で、黒ガモですね。まあ、結局これは仕留めてはいないんですけれども、黒ガモがいたという、まあ、黒ガモがスコープに入った時の写真ですね。で、遠目で見ると、くちばしが黄色い大判に見えます。で、よくあるのが黒ガモの誤認がちょっと問題になってるみたいで、黒ガモがですね、カルガモとキンクロスズガモを黒いから黒ガモって言ってる人がいたらしいということですね。黒ガモっていうのは主に海にいるので、あんまりこうめったに取れないんですよ。なので、まあそういう問題が出てるらしいので、正しく判別してくださいっていうのが載ってました。で、こんな感じですね。今日はこれで終わりにしますね。狩猟長の誤認はなかなか鳥はやっぱ難しいですからね。誤認して捕獲してしまうと、まあ、いろいろ問題が出てきちゃうということと、まあ、動画配信してる人間からするとかなりリスキーなものではあります。なので、気をつけながらやっていきましょうというところになります。では、良いハンティングライフをお送りください。あと1ヶ月ぐらいですかね。まあ、事故なく頑張っていきましょう。それでは、さようなら。